簡易ワックスっていうのがグーッと塗るやつで、もう一つがホットワックスって言って、はい、ワックスを溶かしてソールにね入れていくっていう作業の。1日滑っても大丈夫です。持ちます。皆さん経験ないですか？リフト3本ぐらい乗ると、あれ滑んねえみたいな。あれもうワックスがなくなってますから。まゆみちゃん、こんにちは。こんにちは、どうも。こんな日の照ってる中、何やってんの？これ。はい。これね。いたね。そう。どのご家庭にもね、必ず1、2本あるアルペンスノーボードの板。ない。いや、ある。今日はどこにいるんですか？今日はこちら。プロショップガスティでございます。はい。今日は定休日でございます。お店やってません。大丈夫なの？大丈夫。オーナーにね、ちゃんと許可を取って使わせていただいてますから。で、今日はこのね板にワックスを塗りたいと思いますね。それが今回のテーマですね。はい、今回のテーマはホットワックスでございます。でね、これちゃんとね日の光にねこう太陽に照らしておくと、ソールがあったかくなるんで、よりワックスが入りやすくなりますから。ああ、そういうことか。そう、それでね今こう置いといたの。あったかくなってますから。様子を見てたのね。そう。何やってんかなと思ってたんだけどね。はい、じゃあ道具の紹介をしていきましょう。よろしくお願いします。じゃあまず用意するのはこのアイロン。はい。ね、これ温度調節ができるアイロンですね。それとワックス。これもワックス。ワックシングペーパー。はい。とスクレーパー。じゃあ一つずつ使い方を教えてください。わかりました。まずこれがベースワックスってやつですね。一番最初に塗るワックスになりますね。これで下地を作る。で下地を作ったら削る。削ったら次にこの滑走ワックス、これが滑走ワックスって言いまして、これフッ素入りなんですけど、板がより走るようになるんですね。だからベースだけ塗ってもまあいいんですけど、この滑走ワックスを塗ることによって、皆さん経験があると思うんですけど、平らなところ、平らなところなんか全然板が走んなくて苦しい思いしたことあると思うんですよ。ありますね。あれがなくなります。でこのね2種類のねワックスを使って実際やっていくんで、この2つのワックスね、こちらのねプロショップガスティで販売しておりますので、よろしくお願いしますね。自分でかいですね。これだけやるとねもう年単位で持つんで本当だね。お得です。で次にこのワックスを剥がすっていう先ほどね言った工程の中で必要なのがスクレーパー。ちょっとこれプラスチックの板です。はい。次はワックシングペーパー。なんか紙ですか？まあ厚手の紙でワックスをね適量吸ってくれて、直接その板にアイロンが当たるとやっぱりソールが焼けちゃったりとかするんで、その間に敷くもんだね。まあ実際このね4点を使ってね、ワックスの仕方をねやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ではね実際ワックスをね塗っていきます。でその前に滑り終わってそのままの方が結構多いと思います。先シーズン滑り終わって何もしない人って多いですよね。そうするとこうなります。ここら辺見て。エッジがねサビサビでございます。錆びちゃった。大丈夫？まあエッジはチューニング出してやってもらうんで、これはまあいいとして、あとソールをね掃除してからワックスをね入れないとね、汚れがついたままのソールだと走んないんですよ。まずクリーニングからやります。どうやるんでしょう？簡単です。このアイロン温度調整ができるやつでだいたい90度前後ぐらいかな。このワックスをこうピュッてやった時に煙が出ないぐらいでワックスが液体になるぐらい。板温まってるんで、それをねこういうふうにぐる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 ガーッとある程度塗っちゃって、こういうふうに適当にとりあえず塗っていく。これは多めですか？多め。いつでも多め。なるほど。あまりケチらない方がいいですね。ケチらない方がいいですね。よいしょ。でそしたら次に先ほど言ったワックシングペーパー、これを使うんですけど、このように板に当ててワックスをここにポタポタポタと垂らして、この状態でノーズからテールにかけてぐーっと。すごいすごい。ぐーっと。綺麗ですね。液体みたくなってるの分かります？でまずはクリーニングなんで、大雑把にぐーっとやりますね。ぐーっと。春先なんかはもうこの時点で、もうワックシングペーパーが、このペーパーが真っ黒になるのよ。ハイシーズンの時は結構大丈夫なんだけどね。でこのぐらいやって、ある程度温まったなと思ったら、このまだ乾く前ですね。もうちょっとワックスが緩い感じの時にこのスクレーパー。今やるんだ。この時に、汚れが浮いてるんで、ガーッと落としてきます。こんな風にね。
まだ綺麗な方でね、本当にね、ダメな時はね真っ黒になりますから。スクレッパーの角度はどういう感じで、ちょっともう一回見せて。こんな感じ。こうね。そう、こう。で大まかこうねワックスがね出てこなくなったと、削るのが出てこなくなったらもうそれで大丈夫なんで、それで表面がだいぶ綺麗にもなるんで、こうなったらまた同じような工程をするんですけども、実際これでクリーンが終わりました。でまたねベースから入れていきたいと思うんですね。でもうさっきアイロンをかけたんで、もうソール面温まってますから、もうそのまま直接もうぐる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 と同じようにやるんですね。そうですね。こうポタポタ垂らしてもいいんですけど、垂らした時に跳ねるじゃない、とそれが服につくのよ。なるほどね。そうすると何が起こるかっていうと、嫁さんが洗濯機だ落ちないって怒るんで。家庭円満の秘訣は垂らさないこと。垂らさないことですね。怒られちゃいますから。で同じようにちょっとこうやってよいしょーと。これでベースワックス今入れてる感じですね。でもし、こういった作業がなんか面倒くさいなって思う方は、このねプロショップガスティでもホットワックスのサービスを行ってるんで、そこをねお使いください。そうですね。綺麗になってきたよ。さっきと全然違いますね。ぐーっとさっきのクリーニングよりは念入りに、そう念入りに、これはもう使い切りです。ワクチンペーパーもそんなに高いものじゃないんで、じゃんじゃん使った方がね、いいと思いますね。でどこにワックスを集中して入れたらいいかって話になるんですけど、カビがってる人だとね分かると思うんですけど、ワックスかけるじゃないですか。でエッジに滑るじゃないですか。だいたいエッジのここら辺しかね削れてないのよ。真ん中使ってないのよ。真ん中いらないんだ。だから最終的な仕上げで横だけ、そうなのね。横だけ多めにやる。ぶっちゃけ真ん中やんなくてもいいぐらいです。そうなんだ。そう。でもなんか精神衛生上良くないじゃない。わかるかな、ワックスが液体っぽくなってる状態が。近くですごい綺麗。どのご自宅にもねこういったね板はね何本かあると思うんでね、ぜひともねないです。ぜひともねやってみてください。家庭用アイロンでも大丈夫なんですか？家庭用アイロンも大丈夫だと思うんですけど、やっぱり奥様に怒られると思います。そうだね。そうかそうか。じゃあ専用のがいいね。のが間違いないです。はい。でこれでベースのねワックスが完成しました。こんな感じで手形が光っております。おお、すごいすごいすごい。はい。でこのままね削っちゃうと先ほどのようにクリーニングになっちゃうんで、でこれを今度日陰に置きます。日陰に置いて固めるって作業ですね。今やりますのでお待ちください。はい、それではですねワックスが固まりました。こちら。さっきね液状だったワックスがしっかりと固まって、こうなんていうんですかね、カメラだとちょっと分かりづらいと思うんですけど、で綺麗ですね。板もね冷えてるんで、この状態でねワックスを剥がしていきます。で使うのはこちら、先ほどのスクレーパー、これをノーズから手に向けてザー、今度はね粉っぽくなるんですよ。サラサラーっとほら、本当だ。これがワックスが乾いてる状態ですね。でよく言われるのが、どのぐらいまで削ればいいんですかと言われるんですよ。簡単にお答えします。気が済むまで。それでいいんだ。それでいいの。なるほど。ちゃんと答えると、一応削りカスが出なくなるまでなんですけど、あんまやるとソールまで削っちゃうから、そこそこほどほど。これ削っちゃって、ワックスが全部取れちゃうってことはないんでしょ？一応ねソールに微妙に染み込んでる、染み込ますそういう作業がホットワックスになるんですけど、ソールにはワックスが染み込まないだとか、なんかちゃんと染み込むとかいろいろ説があるんですけど、そこら辺は正直わからないです。ただ一つ言えることは、ホットワックスをすると必ず板は走るようになります。それは事実です。だからやりましょう。本当にこのワックスやるだけでもね、うまい下手関係なく滑ってくれるんで、板が走ってくれるんで、本当楽しくなる。スノーボードは本当ね、皆さん先ほども言いましたけど、嫌じゃないですか。板をつけて平らなところで滑んなってこんなになってこんなになってこんなになってね、あれがなくなるだけでもね、全然ね快適になりますから。なるほどね。そう
でちょっとね言い忘れたんだけど、はい、ワックスをやるときにビンディングは外しといてください。どうしてですか？これねうっすら見えるかな、ビンディングホールってこれ見えるかな、カメラだと分かんないから丸いビンディングの穴がこう印がついてるんですけど、ネジが止まってる状態でここがへっこむのよ、はい、へっこむとアイロンをかけた時に、はい、へっこんでるからそこにワックスが入っていかないのと、ビスのネジから熱が奪われて熱がちゃんと入っていかないのね。へえ、そうなんですね。だから外しましょう、はい、で外す前にその角度とかスタンスとかあるじゃないですか、はい、それが分かんなくなっちゃうからスマホで写真を撮るなり、メモしておくといいです、はいね、ワックスはね結構散らばるんでゴミ箱をこう置いとくといいですね。そうですね、はい。なんか量が少なくなってきましたね。だんだんね、はい、少なくなったらこうよいしょ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 。結構強めに押していいんですか？大丈夫です。もうそろそろいいかな。あ、本当は出なくなった。だいぶ出なくなってきたよ、そうである程度出なくなったんで次はノーズ側で、ここあんま使わないから、はい、適当でいいですこれ説明と当たんないから、でここまでできたらベースワックスが完了です。で実際次に滑走ワックスを入れていくんですけども、はい、先ほど入れたのはこちらのベースワックスですね、はい、でこちらの方が基本的に柔らかいワックスなんですよ、それなんで低温でもよく溶けて伸びるんですね、でもこっちの滑走ワックス硬いんですよ。だから同じ温度だと溶けないんですけど、温度上げちゃうとソールが傷んだりとか、煙がもくもく当たっちゃうんで、また板を温めます。で温め方、はい、機械とかでねちゃんとねやる温め方もあるんですけど、そういった機械高いんで、簡単です。自然の力を利用します。はい。